こんにちは。米谷彩子です。今日はこの右手のベーシックの2番目のリスト、マルテレの中にコレというのがあるのですけれども、そのコレという母音についてお話ししたいと思います。私が最初にアスペンに行った時、クロイチェルのエチュードと音階しか宿題が出ないっていうのが7週間ほど続いたっていうのは前回お話ししたと思いますけれども、このコレっていうのもその時に教わったことです。クロイチェルの2番か8番でやるように言われて、その時は言われた通りに練習してやっていましたけども、最近このコレというのは非常に大切だと思うようになってきました。この指の動きができるとマルテレ、スピカートなども良くなりますし、他にも威厳などに関わってくるので、いろいろ影響力の大きいボーイングの一つだと思います。コレというのはフランス語で海苔、食べる海苔じゃなくてくっつける海苔という意味なんですけれども、前にデタッシェの説明をした時に、ボーイングの時にデタッシュ、分離されたっていう意味ではなくて、ただ一つの弓に一つの音、一音ずつ弓を返すという意味だとお話ししたと思いますけれども、このコレというのも少し物をくっつけるノリとはイメージの違ったボーイングの用語だと思います。強いて言えば、コレは弓が空中から弦に触れ、指で押され、音が弾き出て、音が鳴るとまたすぐ弓が弦から離れる奏法という感じで、ガラミはその動きを捉えて弓のピチカートと呼んでいました。こんなボーイングです。ダウンボーとアッポーの両方で練習しますが、実際に使われるのは今のように弓の下の半分で、特に元半分で使われることが多いように思います。こんなところにも使われています。コレでは指の動きが主になります。アップボーの時は感覚として親指と小指で少しキックをしているような感じです。腕を上げ下げしなくても3センチぐらい弓が進められます。デレン先生は昔、人間は物をつかむことに慣れているから、この内側に握るのは上手なんだけど、外のここのとこですねっていうのをとこを使うのは慣れていないから、ここのところを少し訓練してあげないといけないって言われたんですね。だからバスの中なんかでもこういうような運動、こういう運動じゃなくてですね、ここだけを使うっていう運動をするように言われたんですけど、これは右手でも役に立つような気がしますね。ちょっと方向が違いますけども、例えば本当にいろんなところにこれがこれっていうわけにはいかないんですけど、例えばチャイコフスキーの3楽章の最初のところですね。ちょっとピチカートみたいに弓をパッとくっつけて、それで離すというところがコレです。すぐ弦から弓が空中から離れるから、あんまりノリというイメージとはちょっと関係がないように思われるかもしれませんけれども、瞬時に弦に接着して掴むからなのかもしれません。同じような指の動きでこのボーイングを空中からでなくてここから離れてアクセントをつけるとマルテレ
ますし、それからスピカートもやっぱりこれが使えないとダメですし、その威厳なんかでもこう小さな威厳、ここからここまでの威厳じゃなくて隣の弦の威厳の時にこの動きを使いますので、この練習をよくしてみてください。要するに一定の形に固まらないで指の伸縮性を保つことが重要なんですけど、まずこの動きを習得するためにいくつかの練習をしてみましょう。イメージとしてクラゲの運動と私が呼んでるものをやりましょう。このクラゲっていうのはこういって上に登っていく時はこうなりますよね。そういう感じですね。この時にこういうふうにこの手首を一色にしてほしくないんですよね。ただこの傘のとこだけがこう上がって下がってくる。ちょっと今このまま下がりましたけど、こう下がだからこの状態ですね。こうじゃなくてこの状態をやってください。それから他には鉛筆でもちょっと今ペンしかないですけど、こうちょっと筆こぎ運動みたいな感じ、これができますでしょうか。ピンキー小指で押して、それからこれのコントロールが効かないといけないんですね。だからそのために小指というのは必ずこの八角形でしたっけ、オクタングル、八角形ですね。ここの自分の方にやってないと、この上に乗っけてしまうと自分のコントロールが効きませんから、これでこういうような運動、そのためにだからここのところが全く動かなくても3センチぐらい引けなくてはいけないんですね。これの状態。それから一番最後の運動としては、なんか楽譜を置いといて、こんなことができるかとか、こういうことをまずその動きができるようにっていうのは、割とここの辺が固まっちゃってる人が多いので、その動きを最初元から始めて1センチずつぐらい向こうへ。だんだん先に近づくと難しくなってきます。今度は帰りをやってみましょう。ほとんどはこの元の辺でっていうのが使えるんですけど、できたらどこでも弾けるように。それから段もちょっと難しいですけど、これをやってみてください。先日カルテットのリハーサルでコーレの話が出て、そのチェリストの方も私がこれを使うようにって生徒に言ってたら、チェロもそうだよねって言ってコーレの話をしてましたんで、チェリストも使う用語のようです。多分弦楽器に共通なのではないかと思うんですけれども、そういうことで、これは割と地味なテクニックですけれども、できるといろんな自分でできることが増えてきますから、頑張って習得してください。コーレについてはこれだけですけれども、カルテットの話が出ましたからまたお知らせです。私の教えている大学院のカルテットプログラムで、2022年の9月から2年間のカルテットプログラムでバイオリニスト1人、それからチェリスト1人を応募しています。それのオーディション1人ずつなんですけど、1人受かると授業料免除、それから1万ドルのグラジュエートアシスタントシップというお小遣いみたいなのが、少し自分でいろんな手伝いをする、それの代わりにお小遣いみたいな感じで
1万ドルがもらえるっていうプログラムがあるんですけども、それに、1人ずつ応募してます。もちろんうちの大学は州立大学としてアカデミックスがかなり上がってきますから、大学に入るのが結構難しいところがありますけれども、それから留学生はもちろんTOEFLなどもいります。申し込みは12月で留学生の場合は締め切りです。アメリカ在住の方はもうちょっと後でも大丈夫なんですけれども、もし興味のある方は私の学校の方の E メールをつけておきますので、そこにご連絡ください。それから今から流れるのは先週のそのカルテットの演奏会の一部、モーツァルトのカルテットの2楽章の部分をちょっとつけさせていただきたいと思います。このカルテットプログラムっていうのは私のためだけに作られたプログラムで、私はそこの生徒さんのバイオリンとビオラを教えて、それからカルテットを教えるんですけども、毎週に6時間ぐらいリハーサルがありますし、リハーサルっていうかコーチングがありますし、それからその他にレッスン、それから、スタジオクラスなどもありますから、例えばバイオリンで私について指示してそのカルテットプログラムに入った生徒さんは結局毎日私に顔を合わせるという羽目になりますけれども、そういうプログラムがあります。チェロの方はもちろんチェロを違う先生につきます。もし興味のある方はご連絡ください。それではご視聴ありがとうございました。また次回にお目にかかりましょう。